ロシア軍産、イルカを軍事利用か。オカルト的な噂だと思ってたが本当だったんか。イルカが攻めてきたぞ。ファンタジックだな。スーパードクター系で見た。シーシェパード派よ。金にならんけど行けよ。イルカの人権が侵害されてるぞ。シーシェパード早く来いよ。ほらシーシェパード出番だぞ。シーシェパード、ロシア軍はちょっと怖いので。ロシアの軍用イルカ、ノルウェー沖で人間を見つけ挨拶しに来てしまう。イルカの体に取り付けられたハーネスとカメラを外してくれるまでおとなしくしていたという。外されてて草。川よ。ロシアシーネよ。どう使うんや？軍用犬とか戦争で動物使ってるのよく映画とかで見るけど使いこなせてるの見たことない。シーシェパードなぜかこれにはだんまり。イルカショーに文句言ってくる割にはこういうことしてるんやな。いつまでも使われる存在だと思うなよ人間。鹿助けて、引き取りたい、足立区に電話殺到。田舎じゃ増えすぎて駆除の対象なんだけどね。奈良にでも放ちゃええやろ。それならでも言えるのかよ。みんなで食おう。可愛いと解くよな。これが巨大ゴキブリでも同じことになったのだろうか。ほんこれ。鹿うまいのに。朗報、アメリカザリガニ、ようやく規制へ。最近見ないのはこのせいか。お疲れちゃんってやつだっけ？散々生態系やらされたのに今更すぎるやろ。ザリガニ規制に涙が止まらない。ザリガニといえばアメリカザリガニやしな。日本ザリガニとかユーマ並みにおらんやろ。これ好き。神様、はい、ニキラ来世はザリガニな。これを晴れと言われた気がした。何これ？エヴァザリガニ。生きてる2号機。食べなさいシンジ君。食べろってミサトさんこれプラじゃないか。もう茹だってる。汎用ザリガニ型決戦兵器。茹でたら赤くなって区別つかないよ。1尾5000円。日本在来よ、あかん、ブラックバスとかいうアメカス強すぎるんを。北米在来よ、ファック。恋とかいうジャック強すぎるんを。なぜなのか。いや恋ナンバーワン。やっぱりカープがナンバーワン。金魚と恋は淡水魚最強クラスの生命力やで。金魚はもともと船やし。ほんこれ。カープ繁殖力おかしい。恋って何がすごいんや？雑食で大食いなこと？なんといっても生命力。汚れた水に強い、雑食性というたくましさに加え、そもそも長寿。でかい。でかくなると天敵がいない、特に長寿だと70歳まで生きる、食える水生生物は手当たり次第に食べる。だから世界の侵略的外来種ワースト100には常に名を連ねとる。ただあんまり綺麗な川にいるとすぐ餓死する模様。攻守ともにリーグ上位の指標ながら監督の采配で B クラスにしてしまえるところ。こいつバレたら食われるやろ。最初模様かと思ったわ。水中タクシーやんけ。たまに足伸ばして泳いでる風に演出してるの笑える。シーシェパードが変なコラ作ってるぞ。こらうめえ。何これ、どういう意図が？誰か解説よろ。つまり日本人が大歓喜のパンダも、マグロやクジラと同じ、宇宙船地球号の仲間なんだよ。なんでパンダに向けられる愛情をマグロやクジラに向けられないの？って言いたいんだろうけど、あいつらそれがそのまま自分たちが食ってる牛やカンガルーにも当てはまるとは考えないのだろうか。日本人はパンダを数千万円でレンタルしていると耳に挟んだシーシェパード。マグロはパンダと同じくらい貴重なんだよというメッセージを込めたいらしく、こういうコラを作ったそうだ。それだったら動物園で大事に育てられて客寄せになってるマグロのコラ作らないとおかしいんじゃねえの？パンダとマグロ一緒にすんなよ。これがいいな。なるほどそれでパンダ保護に動き出したのか。好きだわこれ。これじゃダメだろ。これは遊びじゃねえ。調査という名の殺戮だ。マグロ、ご期待ください。食用のロブスターを運搬していたトラックが事故を起こし、カゴの中のロブスターが死んだ。動物愛護団体 PETA が事故で死んでしまったロブスターの慰霊碑を建てる許可を求める。食べてあげるのが一番の慰め。ロブスターにしてみたらお前らに捕まった時点で、絶望しかないわ。星になったんだな。小麦やトウモロコシの慰霊碑も建てろよ。アリンコの慰霊碑建てよう。白アリのなら高野山にあるぞ。庭に変なタヌキおった。何者や。イタチですよ。なんやこれ、ハクビシン。アナグマやない？かわいい。ハクビシン定期。アナグマちゃうの？ガチで病気なるから追い出した方がええで。キツネの方が可愛いんだよね。好き。これはライバル。ポケモンかな。川よ。ラスカルやんけ。アナグマとかいうハクビシンに負けて数減らしてる雑魚。なんやこいつタヌキじゃねえな。秘宝、都会で、アライグマが大増殖。
アニメの影響でアライグマを飼うも、凶暴すぎて逃がす。新井さんにお任せなのだ。やめるのだ。怪獣やし。所詮はゴミパンだよ。ラスカルはレッサーパンダ定期。マジかよラスカル最低だな。ゴミなのだ。新井さん、マイナス2000円。フェネック、100万円。サーバル、120万円。ラスカスさタフという言葉はアライグマのためにある。やべえ笑った。こんなん昔のギャグ漫画やん。アライグマって食えるの？あの中国人やベトナム人でさえ食わない動物やぞ。似ているタヌキくんはあんなに温厚で人畜無害なのに。ホラー映画定期。うわひしゃくをくれひしゃくをくれ普通に怖い。そんな凶暴な動物がおるんやな。これから日本各地で獣害が深刻化していくからな。ハンターの減少と人口減で動物が人を恐れなくなってきてる。漁師で食える環境整備せなどうにもならんよな正直。いっぺんガチで狩りすぎくらい狩りまくらんと獣害増えてくだけ。こうなったら手遅れなんやで。こんなんカツアゲですやん。集団は怖すぎる。こいつらが本気出したらおっさん食われるで。ネズミを2日で鬱にする実験。鬱で済むのか。何これ。これもう東京の満員電車やろ。想像しただけできつい。トンネルの崩落と閉じ込められること想像しただけで発狂しそうになる。そらなるわな。2日も持つのか。人間より我慢強いやん。だいたい寿命の差が30倍くらいあるからワイらで言うと2ヶ月くらい固定された感じやで。お前らまた騙されたんか？尻尾から採血するためにマウスを固定する装置やで。よかった。ワイは美女中のプロやからこんなん使わなくても。手で持ってチュってできるで。尻尾だけ出してんのはそのおかげでギリ発狂しないのか？すげえ残酷やな。採血用やろ。千葉県で、キョンが大量発生、4万頭が東京に接近中。キョンくん電話。兄豚さやれやれ。杉田の全盛期。草。八丈島じゃないんか？かわいい。八丈島のキョン。かわいい。川山。体のバランス悪くね？それが可愛いんじゃね？ダックスとかマンチカンみたい。千葉はやべえ鳥もいるぞ。怖い？食ってるものがすごい。恐竜かな？鳥が食わえとる蛇もなかなかやな。もしかして千葉って未開の地か？マムシやんけ。猫好きさん、近隣住民に大迷惑をかける。東京都にお住まいの皆さんへ、トイレにペット用トイレの砂、いわゆる猫砂を捨てるのは条例で禁止されてるそうですので、たとえ流せるタイプでも流すのはやめましょうね。1階に住んでる人のトイレがこうなります。マジで死にそう、誰か助けてくれ。猫砂流したやつか。条例関係なくこれをトイレに流そうとする神経がわからん。猫砂ってなんぞ？猫のトイレ用の砂。砂かよ。砂トイレに流すやつがいるんだな。砂じゃなくて圧縮された紙のタイプもあるぞ。だいたいトイレに流されるのは砂じゃないタイプ。猫砂。人間の苦労も知らずに猫は涼しい顔してるな。さすがに可愛い。猫吉。ペット禁止のマンションに住もうっと。ペット禁止のマンションなのに猫ちゃんの声が聞こえるよ。秘宝、クジラの皮膚、寄生虫だらけでキモい。ワイのお肌かな。痛くないんかな。人間で言ったら目やにがくっついてる程度の違和感。かゆいぞ。だからたまに水面からジャンプして体を叩きつけとる。玉ねぎ。うらー。フジツボ定期。フジツボ？せやで。ただクジラ的にはついてても何も問題ないらしい。でかすぎ。これ人間が食われてたらどうなるんや。ペッてされる。吐き出される。人間の皮膚から漏れてるアセトンが苦手で人間は食べられないんや。嘘くせえ。食われてすぐ吐き出されたってのを最近記事で見たわ。秘宝オーストラリア産、絶滅危惧種を保護した結果島のペンギンを滅ぼす。絶滅が危惧されているオーストラリア固有の肉食有袋類タスマニアデビルを救うため、同国タスマニア島沖の島に移して繁殖させた結果、この島に生息していた小型ペンギンが壊滅状態に陥っている。クラッシュバンディクー最低やな。人カスのエゴやね。そりゃ人間の手加われば生態系壊れるわな。なお次はその増やした絶滅危惧種を排除してペンギンの数を増やせ。と息巻いている模様。ウェイラー氏は、感染症に対するタスマニアデビルの抵抗力は強まっていると述べ、今こそマリア島からタスマニアデビルを一掃すべき時だと強調。捕食される危険がなくなれば、ペンギンのコロニーは再生できるかもしれないと期待を覗かせている。意外と行き当たりばったりなんやな。
クジラ保護も行き当たりばったりでやってるのに。ジャックマルが言うこと聞かんのや。ラリップさ。本当のデビルは人間だったってオチや。タスマニアデビルなんかよりペンギンの方が可愛いだろ。ペンギンの方を保護すべき。そうか？ぶっさ。ブササササデビルやん。ぶっさ。なんやこれ、ドブネズミか。おっととっと夏だぜ。ぶっさ。人間、会話する能力があるのは人間だけ。カラス、いや余裕ですが。人間、道具を使うのは人間だけ。ゴリラ、余裕。人間は、笑うのは人間だけ。チンパンジー、余裕なんだが。人かすみじめすぎて草ー。無根拠に人間を特別視したがるのは北斎からやめな。マジでさ。人間が一番幸せな種だとかそういうよくわからん決めつけなんなの？くっそ恥ずかしいからやめろ。熊本県でエミュー120は脱走。エミューは凶暴だったはず。エミューはおとなしいぞ。餌やりとかできる。知らんかったわ。ヒクイドリと間違えてそう。あいつらダチョウよりでかくなかったか。ダチョウくらいか？めっちゃ足速そう。可愛い見た目しといて藤波くらいでかいとか怖すぎやろ。うわぁエミューが熊本を練り歩いてる。ダチョウよりは温厚やろ。クソおとなしいで。檻に入って触れるくらい温厚や。うちの近くだから買ってくる。野生か待ったなし。宮城県、はぁはぁ。ようやくブラックバスを駆除したぞ。バサーシュババ。一旦は駆除したブラックバスが外来生物法違反の放流により再繁殖した可能性が高いことを示す調査結果をまとめた。いかんでしょ。未だに放流する奴は何がしたいんや。犯罪やん。釣りカス最近バスをランナー。せや、放流したろ。釣りカスさ。本当に一匹残らず始末してたんか？これ。一度池の水全部抜いて駆除しとるからな。今増えとる稚魚が7000匹やけど、これが取りこぼしやとすると30センチ級を8匹か稚魚90匹の生き残りがおらんと計算が合わんのや。ちょっとありえんで。泥の中とかほんのちょっとの隙間とかで生き残りそうやん。最近の研究やと鳥が運んでくるんやて、水草についた卵ごと食べる、鳥がうん丸する、卵の生存率は数%ある。それなら鳥をまず絶滅させなきゃ、使命感。小学校のプール期間外は魚とかたまにおったしな。伊豆沼ってハスの名所でオリンピックの候補地に上がったとこじゃん。呪いやで。人間が飲んだ抗うつ剤が川に流れる。ザリガニがそれを飲む。恐れ知らずのザリガニ誕生へ。ええんか。生態系に悪影響を及ぼす可能性があるんや。魚も影響するなら釣りに有利やん。シャブかな。なんか草。もう何も怖くない。やっぱ人間ってすごいわ。マミさん大量発生。朗報、魚を散歩させる器具、開発される。筋トレ器具やろ。街中でこんなん持ってたらビビるわ。散歩？インスタとツイッターで見たよ。メーターは何や？気圧？酸素濃度？面白い。魚にメリットあるか？人間がジャンクフードを与えまくってデブになった野生の猿、ダイエットを開始。電動車椅子に乗ってそう。なんか別の生き物みたいやな。ドラクエで見た。言うほどダイエット開始しとるか？秘宝、猫の里親になる条件が厳しすぎる。猫の里親条件。不可条件、小さい子供がいる家庭、単身、男性、未婚カップル、学生、未成年、8時間以上留守にする場合、賃貸住宅、飼育歴なし、固定電話なし。必要項目、世帯主の源泉徴収、預金残高証明の提出、勤務先の確認、電話確認あり。身分証明書の提出、家族全員の顔写真、または顔合わせ、自宅訪問、アポなし、複数人の場合もあり。引き渡し後の成長報告、ワクチン、不妊手術の証明提出。単身がダメで男性がダメで未婚がダメって同性婚カップルに対する差別やな。こいつらがそもそも満たせてるのかって話だわな。ソースは先週保護猫を引き取ったわい。闇金かな？これ満たせる住民おるか？これ男女差別やろ。